一斉のせ、こんにちは、ひめひまです。今回はですね、なんと、この度、志望校が決まりましたっていう動画です。今回はですね、大学進学について皆さんにお話ししていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで、ちょっとね、メモをしたので、ちょっとそれをね、ちょこちょこ話していきたいんですけど、まず、冒頭でも言った通り、大学の志望校が決まりました。とは言いつつも、実はなんですけど、結構前から決まってたんです。そう。で、なんか動画でも、曖昧にお話ししてはいたんですけど、やっぱ同世代のね、見てくれてるみんながめちゃめちゃ多いからこそ、いろんな悩みを分かち合いたいし、もしかしたら悩んでる子もいっぱいいると思うから、ちょっと私の現状をお話ししたいなっていうことで、今まであんまり大学進学について触れてこなかったからこそ、お話ししたいと思います。まず、大学進学はしたいです。できるかどうかは別としてしたいです。で、志望校決まりましたと言いつつも、志望校が決まっただけなので、受かるかどうかもわからないので、受かりたいですっていう状況です。そして志望校ですからね。で、結構大学って、幅がめっちゃもう、私的には高校よりも広いと思っているので、どうなんだろう同じなのかなわかんないけど。でもそれで、大学は、話すとね、深いんですよ、この話。で、何が、深いかというと、まず、この私が志望校としてる今も第一志望、もうここに行きたいって思ってる大学があるんですけど、これはもう中学の時から憧れてたんですね。中学生の時にその存在を知ったんですよ、ここの大学を。で、自分の学びたいことがすごく合致してるなって思っていて、でも、高校入学と同時に、ちょっと無理かもなって思ったんですね。で、ここの大学を諦めたんです、一回。でも、合格した人みたいな感じで言ってますけど、全然してないです。で、高校1年生、途中ぐらいから、やっぱりここに行きたいってだんだん思ってきて、で、実際にこの私が行きたい大学に行ってる先輩がいらっしゃったんですよ。で、その方からお話を聞いた時に、すっごく楽しそうだったんですね。で、何が楽しそうだったかというと、学んでることだったりとか、その方が。あと、そこの大学の雰囲気とか、やっぱり大学ってほんと全然違うから、そういうことを聞いてると、やっぱり行きたくなっちゃうんですよ、その大学について。で、今も、そうだし、もう、その時からそうなんだけど、その大学についてもうめちゃめちゃ調べて、どんな学部があるだとか、キャンパスはどこにあるとか、キャンパスの雰囲気とか、あと文化祭とかもあるじゃないですか。そういうのももういっぱい調べて、あと研究会とかね、あるじゃん、大学って。だからそういうのもいっぱい調べて、やっぱりここがすごく楽しそうだってなって、で、やっぱり、なったんですけど、また、誘惑の期間が始まるわけですよ。いろんな大学を調べていくと、やっぱこの学部、自分の学びたいことを設定して、いろいろ偏差値とか、ランクとかもね、大学って、私的には高校よりももう、例えば東大とかさ、早稲田とか、わかんないけど、そういう、もう、ランク、ブランドっていうのが高校よりもすごく強いなと思っていて、ランクを気にする方としない方がめちゃめちゃいると思うんだけど、私は別に正直な場だから言いますけど、別に気にしてないわけではないじゃないですか。で、そういうのも加味した上でいろいろ調べていくと、この大学にも自分の学びたいことが学べそうな学部があるんだとか、そういうのがだんだん分かってきて、この大学もいいな、この大学もいいなってなってたんですよ。でもやっぱりここにたどり着くんですよね、この行きたかった大学。で、一番自分が学びたいことが学べそうだし、将来に役立ちそうって思った時に、この大学だったんですよ。なので今は第一志望が、この大学に行きたいってなっています。この A 校ですね。で、大体
際、この A 校だけを受験する方とかもいらっしゃるんですけど、私は1個の大学に受かる自信がなくて、絶対に受かるかって言われるともうそんな絶対とかないし、まあ皆さんそうだと思うんだけど、でも1個の大学に絞れない。怖い。めちゃくちゃビビりなんで、だからね、第一志望とは言いつつも、あと何個か受けようかなとか思ってます。そう、なんか、それこそ超無敵クラスでも大学受験をする子が行ったりとかしてたんですよ。今もう超無敵クラス終わっちゃいましたけど、でもそこの場でも大学受験をした子に、どうでしたとか、すっごいお話を聞けたし、学校の先輩、1個上の先輩の方に、大学受験された方もめちゃめちゃいて、で、あんまり先輩とは絡みのない方ではあったんですけど、仲良くさせていただいてる子とかもいたので、そういう子にこう話を聞くと、何月から準備を始めて、何月にこれをして、何月にこのテストやってとか、いろいろお話を聞いていくうちに、だんだん分かってきて、大学の仕組みがね。で、いろいろ大学についても見始めたっていう感じですかね。で、あとは、そう、その大学、オープンキャンパスも行きました。オープンキャンパス、大学見に行って、で、私さ、オープンキャンパスの動画で出したじゃないですか。夏に。そう。で、なんか、あれも行ったし、また別にも行ったんですけど、やっぱオープンキャンパス行くと、そのキャンパスの雰囲気とかもわかるし、学生さんたちの色とかもなんとなくわかるし、あとパンフレットとかがあることでさ、授業の仕組みとか、どんな学部があるのかとか、めっちゃわかってすっごい良かったです。でも暑すぎてあの時はね、受かるかな？心配！結構心配です。で、やっぱりさ、大学ってさ、高校に比べて行かない方もめちゃめちゃいるから、行く派行かない派みたいな感じであると思うんですけど、私が大学に行きたい理由としては、人生を長く見て、私長く見ることすごく苦手で、今やりたいことだったりとか、今楽しいことだったりとか、なんかそういうのをね、すごくこう、やるタイプなんですけど、長く見た時に、人生をより豊かにできる方はどっちだって思った時に、なんか大学での学びがあった方が、より自分の中での知識量も増えるし、こう、ボキャブラリーが増えるじゃないですか。だから、より豊かになるなって思ったんです。なんか、言葉の選び方合ってるか分かんないけど、でもそう。だからね、行きたいなって思ったんです。行かない方が芸能活動との両立ができるなっていうのもあったんだよね。てかあるんです、今も葛藤がめっちゃ。で、まあみんなね、周りの方もどっちでもいいよって言ってくださってるんですけど、本当にお仕事関係者の方だったりとか、スタッフさんだったりとか、もうママパパだったり、もう自分の好きなようにしなって言ってくれてるんですけど、行きたい。まだちょっと学びが足りてないなって思うんだよね。もっと学びたいなとは正直思っているので、大学に行って学びたいなって思います。で、あとは、私がすごく感じた高校を選ぶときと大学を選ぶときの違いは、私の中でのハードルとして、その芸能活動が OK かっていうのが、高校を受験するときはあったわけ。だからもういろんな高校をこう探していく中で、ここは芸能活動 OK なのかなとか、すっごく考えたんだよね。でも、いいけど、普通の学校生活を送っていただくので、制限はめちゃくちゃありますよっていう高校だったりとか、もう芸能活動、もう芸能コースがある学校だったりとか、もうほんといろんなね、高校があった中で、なんかほんと制約とかが生まれるみたいな、なんかそういうのもね、あったんですよ、いろいろね。だからそれ選ぶのが大変だったんですけど、大学はないじゃん。芸能活動ダメな大学なんてほぼないと思うから、それがすごくありがたいです。選びやすい。選びやすいし、なんなら大学って公表する方めっちゃ多いから、私もなんか、ね、大学、第一志望に受かったら公開します。第一志望に受かったら公開します、多分。あと高校卒業したら、高校後々皆さんも知ることになると思うんですけど、なんか、だんだんと言っていきたいななんて思っています。まあなんか高校卒業したらもっともっと自由が生まれるので、いや、早く卒業したいです。今の高校もすごく楽しいんですけど、なんか卒業したいっていう意味に関してはなんでかというと、大学に行くと世界が広がると思うんです。
高校ってこんな世界だと思うの。私的にはね。私的にはですけど。だから大学行ったらこんな世界になると思うから。だからといって自分をこう広くしすぎず、今の自分のまま学びを広げていきたいなって思ってます。楽しいこといっぱいあるだろうな。でも大変にね、めちゃくちゃなると思うんです。だって私、パソコン使うのも超苦手だし、打つのも苦手だし、操作するのも苦手だし、もう、そんなこと考えたらキリがないですけど、頑張りたいと思います。あと、やっぱり、大学を選ぶポイントとしては、やりたいことがどれだけできるかってすっごく大事だと思ってて、高校を選んだ時に私最初、なんでこの高校入ったんだろうって思っちゃった時期があったのよ。それですごく悩んで、もうテストも大変だし、もう勉強ももう一回休んだだけでついていけないし、もう無理だってなって、ちょっとこういう高校の振り替えは、高校卒業するときに詳しく話すので、ちょっとまだ待っていてください。楽しいからね、そっちの方が。で、そんな感じで悩んでたわけですよ。だからこそ、その悩みを活かして大学ではもうちょっと自分のやりたいことをしっかりともうその目的に合った学部っていうのがやっぱ大学ってあるから、高校っても国数英シャーリーみたいな感じでさ、ちょっと今の表し方は中学生っぽかったですけど、もうほんとそんな感じでさ、高校って、大体共通してるじゃん。でも大学ってさ、もう特化してるじゃん、その学びにね。だからこそ自分のやりたいことに特化した学部を選べたらいいなって思ってます。すごく広い範囲で言うと、国際系か人間系が学びたくてすごく。そうですね。国際だと文化とか、人の文化とかね、やりたかった。こっちの方がずっとやりたかったんですけど、最近ちょっと人間系の方も、興味が出てきて。とか、あとメディア系もいいですし、ちょっと本当にね、行きたい大学が何校かあって、一番行きたい大学でこれを学びたいっていうのはもう実際にあって、で、もう他の受けたい大学も学びたいことがあって、ちょっと違うんですよ、ここもね。だから受けたい大学が何個かある中での学びたいことは自分の中では若干決まってるかなという感じです。でも超細かくは全然決まってないし、これじゃ今受からないっていうのは分かってるから、もっともっと努力をして頑張りたいと思います。なのでさ、大学受験生の Vlog とか撮れたらいいななんて思ってます。あと受験方法とかなんですけど、受験方法はちょっと今回は触れずに行きたいと思います。別にそこも言うつもりは今はないし、そうですね、志望校も今のところは、ここですっていうのはさすがに言わないですけど、そんな感じで進んでいきたいと思います。あとは高校生の時よりはやりたいことがはっきりしてるし、あと大学ってね、すっごいね、交通の便とかも気にしなきゃいけないじゃん。キャンパス。大学ってさ、キャンパスが何個もありますみたいな学校が多すぎて。私オープンキャンパスこっち行ったのに実際こっちだったのとかもあるし、もうほんとそういうこともいろいろあるんですけど、でもとにかくね、大学に行きたいので、はい。私はもう志望校が行きたいところがもうあるので、そこに向かってとにかく頑張りたいと思います。いやー、高校受験の話してたのにもう大学受験かっていう感じですけどね。高校受験の方も、大学受験の方も、中学受験の方も、就活生の方もみんな一緒に頑張りましょう。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。今回はひまの志望校についての動画でした。またちょっと大学関連の動画ね、出していきたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。頑張ろうね。We can do it!